ご無沙汰してます。哲司です。今回はニトリのドラム式洗濯機やね。これなんと値段10万円切るドラム式洗濯機。こっそり横に座ってるのがパナソニックのドラム式洗濯機ということで、今回はこのニトリの10万円以内で買える 10kg 容量のドラム式洗濯機について解説をしていきたいと思います。この動画を見ればニトリの10万円のドラム式洗濯機ってこんな感じなんや。というのが完全にわかるから安心して。こんな感じやね。これが汚れやね。汚れをちょっとこれから比較をしていきます。ということで洗濯が開示されて大体音の大きさがどんな感じかってことやねんけど、ニトリだけじゃわからないんで、パナソニックの方も脱水はちゃんとできてる。できてる。置いている洗面所がものすごい湿気になって、ということで、ニトリのドラム式洗濯機、結論から言うと想定外ということやね。なんでそうなのかっていうのを見ていきたいと思います。ということで、ついに我が家にやってきたニトリのドラム式洗濯機ということで、非常にコンパクトやね。それから洗剤を放り込みますということで、これはだいたい週末の衣類ということで、俺と奥さんと子供1人の3人の衣類ということやねんけど、今これでだいたいちょっと多めで 6.3kg やねんけど、これを入れてみましょうってことやねんけれども、実はこれ入りませんということやったんよね。多分隣にあったパナソニックの 12kg 容量やったら、まあギリギリ入ったっていう感じで。ということで、だいたいこれが 3.3kg まで減らして入れていきたいと思います。これが汚れやね。汚れをちょっとこれから比較をしていくので、それも入れてどれぐらい取れるのかってことをやっていきます。ということで、洗剤は今回容量減ってるので1個に減らして衣類を入れていきます。雨降ったら結局おかん。まあこれは割と満帆な感じよね。だから10キロ容量やけど3人の平日やったらいけるけどちょっと衣類が多いとギリギリいっぱいいっぱいになるっていうそれぐらいの大きさ感というふうに思ってもらえたらと思います。ということで次は柔軟剤を入れてでこれは標準設定にしてスタートやね。勝手に出るんだと思う。ということでこんな風に実は操作はできるんやけどまあ要はその洗濯についてもそうやし脱水にしてもそうやしそれぞれの時間を回数とか時間をこんな感じで設定できるから便利よね。シンプルやけど使いやすい操作インターフェースになってる。ということでスタートはこんな感じやねんけど、ちょっと汚れを入れ忘れたんでもう一回入れますということで一時停止して汚れを入れてるってことやね。ということで洗濯が開始される大体音の大きさがどんな感じかってことやねんけど、まあもともと想定したんだけど、この10万円という値段で言うと、もちろん結構音する可能性もあるよなと思ってた。でも実際使ってみると、これでも50デシベルとか、まあ60デシベルでも前半戦やったらもう全然問題ないぐらい静音なんで、そう考えると静かよね。ということで、ニトリだけじゃわからないんで、パナソニックの方も同時に動かしていくってことやね。ということで、こっちの音も試してみると、まあ55、まあ大体似たような感じだね。パナソニックのドラム式言っても30万円ぐらいするから、値段3倍やからね。3倍していいのに決まってるよね。こっちは10万円か。脱水やね。脱水もかなりパワーがあるよね。ただし、当然パナソニックの方が一気に高回転になったりっていうのはあった。でもニトリの方も時間はかかるけど最終的にはすごい高速回転になってちゃんと水も取れていったということでね。音の大きさもこんな感じ。パナソニックは60デシベル前半でニトリが60デシベル手前って感じかな。ということで洗濯はここで終了ということやねんけど、割とでもなんかこの終わり方、音の出方も悪くないよね。ということで実際に衣類を取り出すってことやねんけど、まあ結局ポイントはどんな感じかっていうと、今このドラム式と縦型をずっと使ってたから、ドラムと縦と比べてこの脱水用の色どれぐらい絡まってるか、ごちゃごちゃになってるか、硬くなってるか見てるんやけど、まあ、意外と問題ないって感じよね。出ない感じがするね。うんうん。ちょっとくちゃくちゃだけど。脱水はちゃんとできてる。できてる。うん。できてるできてる。いいじゃん。だから今ここまでのところ静音性もそうやし、それからこの脱水後の絡みも結構丸って感じやね。ということ、汚れはどうなったかっていうことでこんな感じで、まあある程度落ちてるが、これはまた別の動画で詳しく解説していきたいと思います。で、次に乾燥やね。なんせこの10万円のニトリのドラム式洗濯乾燥機は当然乾燥ができるってことやねんけど、これまで俺は縦型の洗濯乾燥機も試したし、あるいは乾燥専用機、縦型の上に乗っけるやつやね。あれも試したし、って時に、やっぱり縦型もその乾燥専用機も乾燥後の匂いが結構ひどかったんよね。
っていうことで、俺の実地経験ではあの2つはもうちょっと使えないかな。少なくとも俺の好みではないなと思ったけど、果たしてこのニトリのドラム式洗濯乾燥機はどうなのかってことやねんけど、冒頭からちょっとかかった感じなのね。っていうのはこれ見てもらえたらと思うねんけど、パナソニックがずっとこの動きない。ゆっくり動きながらそこに風を当てているけど、ニトリのは最初ものすごい脱水していくんやけど、このドラムの窓のところですごい水が出てきてるから、初め間違って水が出てんのかなと思ったよね。ああ、これ10万円で買ってもう初っ端から失敗かと思ったんやけど、実はこういう仕組みになってるってことだよね。ということで時間はこんな感じやね。ニトリの方が3時間で出てる。それからパナソニックの方が1時間40分やね。これパナソニックの方がだいたい後で見せるけど、乾燥後の衣類を測った時に約 2,300g だけ多いぐらいなんよ。でも時間がこんな風に3時間と1時間40分で全然違う時間出てるんよね。これでもちょっと長すぎるよねと思ったんよね。でその後乾燥を進めていくんやけど、なんと途中で乾燥時間がニトリは圧縮されてて、今14分とそれから23分って表示されてるから、乾燥の方が一時停止せずにそのままずっと乾燥させてたから、そう考えるとパナソニックが1時間40分に対して最後23分と14分という風に出てるとするならば、ニトリは結局1時間31分になってるってことなんよね。最初は3時間で出たけども、実際1時間半で終わりそうやってことやね。ということでニトリの方も乾燥最初ものすごい勢いで脱水してたんやけど、こんな感じで徐々にパナソニックみたいにゆっくりとした動きで乾燥させることになったんよね。でもう一つポイントは、ニトリのドラム式はヒーター乾燥なんやけど、ヒーター乾燥って実際はドライヤー方式やから、浴室が湯気でものすごいことになるっていうの結構他のメーカーのヒータータイプで言うと、結構置いている洗面所がものすごい湿気になって、ひどい場合は壁紙にカビが生えてきたとか、そういう話もあるんやけど、これもチェックしたかったんよね。でも実はこのニトリ今回乾燥させてみたけど、もちろん隣でパナソニックもやってるぐらいやねんけど、全然そんな洗面所が湿気まみれになるとかっていうのもなかった。ということで乾燥が出来上がったってことやねんけど、実際こう手入れてみて、今まで様々使い比べた経験の感じで言うと、手を突っ込んだら確かにちょっとだけまだ衣類は湿ってたけど、衣類には熱がこもってるから、その熱でもうちょっとしたら全部乾燥はできた。それから衣類に匂いがあったかってことやねんけど、ほぼなかった。ただ同じようにパナソニックと乾燥させてんねんけど、もちろん柔軟剤も同じように入れてんねんけど、どういう差があったかっていうと、パナソニックは柔軟剤の香りが結構残るけど、ニトリの方はほとんど残らなかった。でも乾燥精度は10万円でここまでできたら十分やと思う。ということで、割と1時間半ぐらいで綺麗に乾燥できた衣類ってどれぐらいの量なのってことで見ていきたんやけど、これで言うと大体 1.2 キロやったんよね。ちょっと並べて見てみるとこんな感じやね。ということで、パナソニックの方でも比較するために半分乾燥させてたから、パジャマが上下1個ずつしかないねんけど、大体厚手のパジャマ1セットとタオルが2つ、それから下着類がいくつか、それから T シャツが2つ、それからミニタオルが1つぐらいで1時間半で完了できたってことだよね。そもそもドラム式洗濯乾燥機を使っててもかなりの量全部入れて乾燥ってほとんどなくて、雨の日なんかでもある一部分は浴室乾燥にして、タオルとかそういったものはドラムの乾燥機で完了させる。そんな使い方するとして考えると、この量であるとはいえ乾燥精度も十分で、これは全然使えると思う。ということで今回はニトリのドラム式洗濯機自腹で購入して実際どうかを確かめていくってことやねんけど、まずは第1弾ということでレビュー動画として解説をしていきました。次の動画ではパナソニックのドラム式、それから縦型と比べた時にどんな風な汚れ落ちの差があるのかとか、より詳しくどういう風に選び分けすべきかっていうことについても解説をしていきたいと思います。以上となります。このチャンネルでは鉄板関連生活改善情報について発信していきますので、いいねと思っていただけたらチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。